私の名前はアンナ。どこにでもいるような普通の OL で、ちょっと痛いと思われるかもしれないけど、この年にしてカプセルトイを集めるのが趣味だ。最近は周りが結婚ラッシュでちょっと焦っている。一人が結婚するとどうしてみんな結婚しちゃうんだろう。今までは気持ちよく、結婚おめでとう、なんて言っていたのに、最近では結婚の報告を受けるたびに、自分も早く結婚しなきゃという焦りを感じるようになっていた。そして、そんな風に焦る自分に嫌気がさしたりもしていた。負の悪循環である。そんなある日、他社とのディベートを行うイベントがあった。違う会社同士ディベートをすることで、お互いに足りない部分を見つけ、今後の業務請負向上につなげるという名目だ。正直私はめんどくさいとしか思わなかった。ディベートって苦手なんだよな。しかし、私の部署はその日ちょうど私以外皆予定が入っており、強制的に私が参加するしかなかった。だだっ広い会議室に並べられた椅子に、2つの会社の社員が次々と入っていく。名前が書いてあるわけではないので、席は早い者勝ちだ。私はなるべく目立たない席がいいと思って、端っこの席が空いていないかを探した。すると、あと一つだけ隅っこの席が空いているのを見つけた。ラッキー、早く座っちゃおう。その時ちょうど椅子の目の前で一人の男性とぶつかった。どうやら男性もこの席に座ろうと思ったみたいだ。すみません、ぶつかっちゃって。いえいえ、こちらこそ。どうぞ、この席はあなたが座ってください。そんな、悪いです。いいんですよ、どうぞ。それでは、お言葉に甘えて、ありがとうございます。親切な男性は私に席を譲ってくれた。世の中いい人もいるもんだと思っていたのもつかの間、向こうの会社の管理職だと紹介された人が、まさかのさっきぶつかった男性だったのだ。あの若さで管理職？あの人めちゃめちゃすごい人だ。なのに私、さっきぶつかってろくに謝罪もしないで。どうしよう、絶対怒られる。そんなことを考えていたら、ちっともディベートの内容なんて頭に入ってこなかった。隅っこの席にいたおかげか当てられることがなかったのが幸いだ。ディベートが終わった後、私はすぐに先ほどぶつかった男性のところに駆け寄った。すみません。はい？あなたはさっきの。さっきは本当にすみませんでした。いえいえ、あれはあなたのせいではないですよ。私も周りを見ていなかったので。でも。では、あなたから謝罪をもらう代わりに、一つ質問をさせてもらってもいいですか？はい。あなたのそのペンケースにつけているキーホルダー。これですか？これは昨日ゲットしたカプセルトイで。そのカプセルトイの感想を教えてもらえませんか？感想ですか？はい。実は、そのカプセルトイを発案したの僕なんです。私は周りに人がいるのも気にせず大声で叫んでしまった。まさか自分の大好きなカプセルトイの発案者が目の前にいるなんて思ってもいなかったからだ。そんな不思議な縁があって私とその男性、レンタロウさんとお付き合いすることになった。レンタロウさんの話はとても興味深く、どういう発想からカプセルトイが誕生するのかを垣間見れてとても楽しい。レンタロウさんも私の感想を真摯に受け止めてくれるので、話しがいがあってとても嬉しかった。そして2年の月日が流れた。話はトントン拍子に進むもの。ある日、レンタロウさんからの提案で、レンタロウさんの両親にご挨拶に行くことになったのだ。アンナ、表情が硬い。そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。そんなこと言ったって無理ですよ。何せ、両親へのご挨拶ですよ。お土産のお菓子はこれで大丈夫かなとか、今日の服装変じゃないかなとか、何か失礼なこと言わないかなとか、心配事をあげたらキリがないです。
なにも、食われるわけじゃないんだから、そんなに心配しなくても。蓮太郎さんは、私の両親に挨拶するとき、ほとんど緊張してなかったですもんね。そんなことはないよ。でも、アンナの両親なら、絶対優しい人だって分かってたから。私だって、蓮太郎さんの両親なんだから、とてもいい人だって分かってますけど、でも、緊張するものは緊張するんです。分かった分かった。そんな話をしながらも、車は蓮太郎さんの実家に向けて進んでいく。蓮太郎さんがこうやって私を茶化すのは、私の緊張をほぐそうとしているからだとすぐに分かった。とはいえ、そんな簡単に緊張が解けるはずもなく、結局私はガチガチに固まったまま、蓮太郎さんの両親の家に着いたのだった。蓮太郎さんから聞いてはいたけど、家は新築のようだった。ただいま。こんにちは。はい、いらっしゃい。待ってたよ。私たちを出迎えてくれたのは、蓮太郎のお父さんだった。目元が蓮太郎さんによく似ている。続いて玄関に出てきたのは、蓮太郎のお母さんだった。あら、あなたがアンナさんね。蓮太郎から話は聞いているわ。はい、はじめまして、アンナと申します。まあまあ、話は中に入ってからしようじゃないか。玄関だと風邪をひいてしまうよ。蓮太郎のお父さんの優しい声かけで私たちはリビングに通された。改めまして、アンナと申します。アンナとは付き合ってちょうど2年になる。こうやって挨拶に来たってことはなんとなく察しているとは思うけど、僕たち近々結婚しようと思っている。そうだろうとは思っていたけど、そうか、蓮太郎もやっと結婚か。いやー、めでたいな。本当にそうよね。蓮太郎、アンナさん、おめでとう。蓮太郎のお母さんの言葉に私はどこか違和感を覚えた。なんというか、トゲがあるというか、私はそっと蓮太郎のお母さんの顔を覗き見た。すると目が合ってしまった。蓮太郎のお母さんはゾッとするような笑顔を私に向けていたのだ。それは決して好意的な感じではなかった。それでアンナさん、あなたはどこに勤めていらっしゃるの？おいおい、来て早々するような話じゃないだろう。あら、いいじゃない。蓮太郎はもう管理職についているのよ。それならお相手もそれ相応の人なのかと思っただけじゃない。母さん。私は普通の会社で OL をしています。OL ってことは、ただの平社員ってこと？おい。あら、ごめんなさい。悪く言うつもりじゃなかったの。いえ、全然大丈夫です。確かに、私と蓮太郎さんとでは釣り合わないってわかってるので。そんなことない。そんな話はいいじゃないか。今日はめでたい席なんだから。私、お土産のお菓子を持ってきたんです。あらあら、悪いわね、アンナさん。それじゃあせっかくだし、それでお茶でもしようかしら。それがいい。アンナさん、私と一緒にお茶の用意をしてくれるかしら。もちろんです。私は名誉挽回とばかりに立ち上がった。これで少しでも蓮太郎のお母さんにいい印象を持ってもらえるといいんだけど。私がお母さんに言われた通りコップの用意をしていると、ふとお湯を沸かしていたお母さんから大きなため息が聞こえた。どうして蓮太郎の恋人がこんな女なのかしら。だってそうじゃない？蓮太郎は管理職についてるのに、あなたは名も知れない会社のただの OL。釣り合ってないのは誰の目に見ても明らかじゃない。それは。それに、あなたのバッグについてたあれ、一体何なの？どれのことでしょうか？じゃらじゃらついてるやつよ。もしかして、カプセルトイのことですか？なんだか知らないけど、いい年した女が、
あんなダサいおもちゃみたいなのをカバンにつけて、恥ずかしいと思わないの？でも、あれはレンタロウさんが発案した。ああ、もう、ごちゃ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 うるさいわ。とにかく、あなたみたいな品も知性もない女、私は認めないから。レンタロウのお母さんはそう言うと、私が持っていたお盆を奪い取るようにし、お茶を持って自分だけ先にリビングに向かってしまった。私はしばらく、呆然とその場に立っていることしかできなかった。まさか、レンタロウのお母さんが私をあそこまで嫌っているだなんて。初対面のはずなのに、どうしてあんなに嫌われてるんだろう。しかし、こういうのは大体相場が決まっていて、初対面で嫌われる一番の理由は、自分の可愛い息子が誰かに取られると思っていることがほとんどのはず。つまり、レンタロウのお母さんも、自分が可愛がって育てた息子が私に奪われると思っているのだ。アンナ、どうしたんだ？母さんはもうこっちに戻ってきてるけど。レンタロウさん、すみません。すぐに戻ります。私は呼びに来てくれたレンタロウさんと一緒にリビングに戻った。それから一見和気あいあいとした会話は続いていたように見えたけれど、レンタロウのお母さんは私を睨みつけるようにじっと見ていた。それをひしひしと肌で感じていた私は、自分が買ってきたお土産の味もお茶の味も何もわからないまま、会話にも一切集中できなかった。そうだ、せっかくだし、みんなで連絡先を交換しない？それはいい考えだ。これからきっと長い付き合いになるだろうしな。レンタロウのお母さんの一言で、私たちは連絡先を交換することになった。これが地獄の始まりだったのだ。これをきっかけに、私はちょくちょくレンタロウのお母さんに会う機会が増えていった。アンナさん、今日買い物があるから一緒に行きましょう。今からですか？今日は会社が久しぶりの休みで、家で一人でゆっくりしようと思っていたのだけれど。確か、今日お仕事お休みの日でしょ？レンタロウから聞いているわ。そうですか。まさか、私の誘いを断らないわよね。わかりました。レンタロウさんに心配をかけるわけにはいかない。自分の母親と自分の恋人の仲が悪いなんて、レンタロウさんはきっといい思いはしないだろう。私は表面上、レンタロウのお母さんと仲のいいふりをしていた。アンナさんがいると本当に助かるわ。本当にいい荷物持ちよね。いえ。ところで、まだレンタロウと別れないの？前にも言ったと思うけれど、あなたみたいな幼稚な女とレンタロウは合わないわ。でも、私はレンタロウさんのことを本当に好きなんです。あなたが好きかどうかなんて関係ないのよ。あなたはレンタロウとは合わないの。わかった？でももう何もないわ。本当にいい加減にしてくれない？これ以上レンタロウに付きまとうなら容赦しないわよ。そんな。こうして買い物やランチと称され呼びつけられては嫌味を言われる日々。こちらが取り付く島もなく一方的に攻撃され、私もそろそろ参ってきた。しかし、レンタロウさんには相談できないし、本当にどうしよう。そんな日々をずるずる続けていき、付き合ってちょうど3年目の頃、私はレンタロウさんからプロポーズを受けたのだ。その時は本当に嬉しくて、私は2つ返事で OK した。晴れて婚約者となった私は、もう一度レンタロウの両親、私にとってはもう義両親になるのだけれど、あの2人に挨拶に行くことになったのだ。もちろん気は重い。私は未だにレンタロウさんにお母さんから嫌われていることを言えずにいた。いらっしゃい、レンタロウ、アンナさん。この度は本当におめでとう。ありがとう、父さん。ありがとうございます、お父さん。あら、
あなたたち結婚することになったのね。母さん。うん、そうなんだ。付き合って3年目になったし、そろそろと思って。そう。ああ、そうだ。あなたそろそろ予約の時間じゃない？ああ、もうそんな時間か。すまない。実は2人にお祝いのケーキを予約していて、今から取りに行かないといけないんだ。少し待っててくれないか。ケーキだって。わざわざありがとう。気を使っていただいてすみません。なに、せっかくの祝いの席だし、これぐらいさせてくれ。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。さあ、2人とも疲れたでしょ？上がって。はい。ニコニコしているお母さんがどこか怖くて、私は小さな声で返事をした。言われるがまま、私たちはリビングに上がる。お母さんが私たちにお茶を出そうと台所に向かった。あら大変。私ったらついうっかりしてて、お茶を買うのを忘れていたわ。お茶？そんなのいいよ。ダメよ。今日は2人が婚約したおめでたい日なんだから、お茶はいつも言ってる、あの有名なところのお茶じゃないと。母さんは変なところにこだわるよな。蓮太郎、悪いんだけど、お茶買ってきてくれないかしら。お父さんに頼みたいけど、ケーキ屋さんとは真逆の方向でしょ？なんか申し訳なくて。はいはい、わかったよ。母さんは言い出したら聞かないもんな。アンナ、悪いんだけど、少し母さんと2人で待っててくれないか？わかった。私は重い気持ちだったけれど、蓮太郎さんにそれを悟られるわけにはいかないと思い、笑顔でうなずいた。蓮太郎さんを玄関で見送った後、お母さんはため息をついて私を振り返った。なーに？あなたたち、やっぱり結婚するの？はい、そのつもりです。何度言ったらわかるの？あなたは蓮太郎にふさわしくないの。今すぐ婚約を破棄しなさい。それはできません。私は蓮太郎さんを愛しているんです。だから、あなたが愛していようとなかろうと関係ないのよ。蓮太郎には、これからもっと素敵な出会いがあるはずなの。あなたはそれを邪魔してるのよ。本当はもっと大人びていて、おしとやかな女性が蓮太郎には似合うはずなのに。あんたは何？そんな子供のおもちゃみたいなのじゃらじゃらつけて、本当に信じられないわ。再度、私のカバンについているカプセルトイを見て、吐き捨てるようにそう言うと、お母さんはそのままリビングに戻っていった。そのまま沈黙の時間が続いた。向かい合いながら座っているのに、お互い会話は一切ない。たまに口を開けば、あなたは蓮太郎には似合わない。早く婚約破棄しなさいと言われるばかりだ。私はこの場から早く逃げたくて、とりあえずお手洗いに行ってきますと嘘をついて席を立った。ちょっと待ちなさい。何ですか？トイレに行くのはいいけど、便座には座らないでね。え？聞こえなかった？あんたはこの家の人間じゃないんだから、他人のあんたは外でしなさい。そんなのめちゃくちゃです。いいから、さっさと出て行け。わかりました。私はお母さんから発せられるあまりにひどい言葉に耐えられなくなって家を飛び出した。ひどい。どうしてあんなこと言われなくちゃいけないの？私はただ蓮太郎さんと一緒にいたいだけなのに。家を出ると私はこらえていたものが咳を切って溢れ出した。こぼれる涙を止めることができなかった。私は仕方なくたどり着いた公園のベンチに腰をかけ一人泣いていた。今まで散々耐えてきたせいか、一度溢れた涙はなかなか止まらなかった。あれ、アンナじゃないか。
蓮太郎さん、それに、お父さんも。アンナさん、どうしたんだいそんなに泣いて。何かあったのかい？いや、違うんです。ところで、お二人はどうして？ちょうど帰ってくるときにばったり会ったんだ。それよりもおかしな話だよ。母さん、昨日のうちにお茶は買っていたはずなんだけど、忘れちゃったのかな？え？ということは、蓮太郎さんにお茶を買ってきてとお願いしたのは、私と二人きりになる時間を作るためだったのか。私はさらに沈鬱な面持ちになった。アンナさん、本当にどうしたんだい？いえ、なんでもないんです。ちょっと散歩に。ちょっと散歩に出たくらいで、そんなに泣くはずないだろう。目が真っ赤だぞ。それは。アンナ、もしかして、母さんに何か言われたのか？え？アンナ、母さんと会ってからどこか元気がない気がして。それに俺が母さんの話題を出すと、あからさまに違う話題にしてたから。もしかして俺に話せない何かがあるんじゃないかと思って。蓮太郎さん。私は蓮太郎さんが気づいてくれていたのが嬉しかった。優しい言葉に私はまた声を上げて泣いてしまったのだ。二人は一度顔を見合わせたようだったが、何かを察したのか、私が泣き止むまで何も言わずに隣に座って待ってくれていた。この時間の公園には誰もいなかったのが幸いだ。落ち着いた頃に私は二人に正直に今まであった出来事を話した。最初は二人とも何も言わずに黙って聞いてくれていたけれど、私が話を終えると、二人の眼尻はつり上がっていた。ひどい。僕たちがいない間にそんなことをしていたなんて。あんなさ、うちのが本当にすまないことをした。許してくれとは言わない。お父さんが謝ることはないです。とにかくアンナさん、うちに戻ろう。あとは私が何とかするから。でも。大丈夫。僕も一緒に帰るから何も怖がることはない。蓮太郎さん。私は二人に促されて一緒に家に戻った。家に入るとお母さんが玄関に立っていたが、私の横に蓮太郎さんとお父さんがいるのを見て驚いたようだった。あら、皆さん一緒に戻ったのね。アンナさんもお帰りなさい。散歩は楽しかったかしら？白々しい。お前がアンナさんにしたことは全部聞いたぞ。私たちがいない間に散々なことをしてくれたようだな。蓮太郎の嫁さんに対してなんてことをしているんだ。何のこと？しらばっくれても無駄だ母さん。今すぐアンナに謝るんだ。二人に責められ、さすがにごまかせないと思ったのか、お母さんは一度押し黙った。しかし、謝る気はさらさらない様子で、さらに強気で口を開いた。何よ、この女が全部悪いのよ。私が一生懸命育てた可愛い蓮太郎を、こんな幼稚な女に渡せるもんですか。何が幼稚なんだよ。母さんにアンナの何がわかるんだ。わかるわよ。見なさいよ。あのカバンにジャラジャラつけてる恥ずかしい玩具。あの年にしてあんなものをつけてるなんて、恥知らずな女のすることよ。ジャラジャラって、もしかしてカプセルトイのこと？そうよ。大の大人があんなものばっかりつけて、恥ずかしいったらありゃしないわ。お母さんはそう言うと腕を組んでふんぞり返った。母さんは僕の仕事のこと何も知らないんだな。何言ってるのよ、蓮太郎。あなたは立派な職について、今では管理職じゃない。私の自慢の息子よ。そんなこと聞いてるんじゃないんだよ。どうしたの、蓮太郎。急にそんな。
アンナがカバンにつけてるあのカプセルトイ。カプセ、トイ？なんだか知らないけど、あれを発案してるのは僕なんだぞ。僕の会社はカプセルトイを作ってる。僕はそれの管理者なんだ。ということは、アンナは僕が作ったカプセルトイを褒めてくれて、それがきっかけで僕たちは出会った。それに、今は僕が新しいカプセルトイを作るのに、いろんな意見を言ってくれて、本当に助かってる。アンナは僕の仕事にとっても必要な人なんだよ。それじゃあ。でも、今の母さんの言葉で、母さんが僕の仕事をどう思ってるのかがよくわかったよ。母さんは僕が作り出すものをそんな風に思っていたんだね。違うのよ、レンタロウ。私知らなかったの。まさかレンタロウの会社がそんなところなんて。知らないはずがないだろう。私は何度もレンタロウの仕事の話を聞いている。お前だってその場にいたはずだ。そんな。お前はレンタロウの仕事なんて興味なかったんだろう。お前はレンタロウが会社の管理職についているという肩書きだけで見ていたんじゃないのか。もういい。この件でお前のことがよーくわかったよ。前々からお前には目に余るところがあった。あなた。実はこの前お前が私に近所の人の車を傷つけてしまったから、その修理のお金を貸してほしいと言ってきたことがあっただろう。そうね。確かにあったわね。それからしばらくして、近所の人から言われたよ。お前が隣町のホストクラブから出てくるのを見たって。お前、私に嘘をついてまで、お金をそんなところにつぎ込んでいたのか。違うのよ、あなた。これには訳が。もう言い訳はたくさんだ。私はもうお前と一緒にいることができない。そんな、あなたがいなかったら、私はどうやって生きていけばいいの？私一人の年金じゃ、とても生活できないことは、あなたはわかっているでしょう。これまで一緒にいた仲だ。お金は少し渡す。しかし、それからどうするかは自分で考えなさい。どうするって。私だってまだ働いている。お前も頑張って働いているアンナさんをバカにするくらいなら、一度自分で働いてみるといい。今まで一度も働いたことがなかっただろう。そんな。レンタロウ、アンナさん、今日はすまなかった。とりあえず、このケーキを持って帰ってくれ。お父さん。今までのこと、許されるとは思っていないが、私からも謝罪させてくれ。本当にすまなかった。いえ、お父さんが謝ることでは。こいつとこれからのことは私が決める。決まったら、またレンタロウにでも連絡するよ。わかったよ、父さん。そして私はレンタロウと一緒に家に戻った。まさかお母さん、お父さんに嘘をついてお金をもらって、そのお金をホストクラブに使っていたなんて。私にあんなことを言っておいて、自分は結構なことをしていたみたいだ。呆れて物も言えない。これからどうなるのだろう。お父さんの口ぶりからして、二人は離婚するのだろう。お母さんは働いたことがないと言っていたから、もしあの年で初めて働くことになると、いろいろ大変だろうな。でも正直、私のことをあれだけのことを言ってきたのだから、一度働いてみて、仕事の大変さを分かってほしいとも思っていた。そんな事件から1週間が経った。お父さんとお母さんは離婚することになったそうだ。あの時言った通り、お父さんはお母さんに少しのお金を渡したみたいだけれど、そのお金だけで生活するには1ヶ月が限界だという。
あとはお母さんが何とかしなければならない、というわけだ。私はお母さんからの呼び出しがなくなった日々を穏やかに過ごしていた。ある日、買い物に出かけようと歩いていると、ふと財布の中身が少ないことに気づき、途中のコンビニに寄ることにした。コンビニの ATM の前で画面の操作をしていると、ふとどこかで聞いたことのある声がした。まったく、何度言ったらわかるんですか？普通に考えたらわかるでしょう。でも、私働いたことがなくて。まさか、その年になるまで働いたことなかったんですか？冗談はやめてくださいよ。本当なのよ。言い訳は結構ですから、とにかく早く覚えてくださいね。お客さんが来たらいらっしゃいませ。帰るときはありがとうございました。それから、こういったお弁当は温めますかと必ず聞いてください。それに、こういったお弁当にはスプーンで。そんなに急には覚えられないわ。それでも、頑張って覚えてもらわないと困るんですよ。もう。あと、お会計の時はこのボタンです。これで何回目ですか？そこには、レジの機械の前で、自分よりずっと若い子に怒られているお母さんの姿があった。お母さんは必死にレジの機械を睨みつけているけれど、見ているだけでは機械は動きませんよ、とまた怒られている。きっと、なんで自分より年若い子にこんなに怒られなくちゃいけないんだろうと思っているに違いない。しかし、会社では先に入ったものが先輩、後から入ったものが後輩になるので仕方がないことなのだ。私は気づかれないようにそそくさとコンビニを出た。これでお母さんも社会の厳しさを少しでも知ることができればいいんだけどな。